はい、で、シャシの下ですね、このように、結構めんどくさいマスキングになるんですよ。このインストの絵で、白いところ、これがボディ色なんで、ここをマスキングしてやらなきゃいけない。まあ、これは、まあ、人によっていろんなマスキングの仕方あると思うんですけどね。まあ、今、例えばこのフロントのホイールハウス、ここは、曲面がね、こう、3次曲面というか、微妙にずれていくんで、複数のテープでね、これが1箇所と、それから、ここはね、1枚ではいかないですよ。このモールドの角、デスミの角のところでマークして、ちょっとザクッといっちゃいますね。今、この角、デスミの角に合わせて貼ってやると、多少の調整はできますからね。こう引っ張ったり押したりして多少の調整はできますから。ただまあ実際これ実写はこのセミグロスブラックのところっていうのは樹脂のカバーなんですよ。塗り分けられてるわけではないんで、樹脂のカバーですからね。こっち側も同様な感じで、あとはまあ人によってはね、細いテープを使って、まああれです。こんなカットして使うんじゃなく、何ミリがあったのかな俺使わないから、細いテープね、マスキングテープ3ミリかな。ああいうのをまずこう貼ってやって、細ければね、曲面追従しますから、これ、でもモールド的にどうなのかな。落ちたところで塗り分けた方がいいのか。一緒か。この壁とこの壁の間がこうなだらかになってるんで、まあ、さっき言ったようにここは樹脂のカバーだから、本来であれば段差があるはずなんですけど、その段差っていうのは再現されてないですから、で当然この細いマスキングテープでやるときは少しずつこうマスキングテープの幅を広げていきながらね、まあ、こっちはもうこの辺で遊ばせちゃっていいですよ。だからまあいずれピンセットで塗ったところを傷つけないようにね、気をつけないといけないです。
あと細かいとこね細かく回さなきゃいけないとこあんまりないんですけど、あんまり細かい場合そこだけマスキングゾルでねやってやるとか、そういった方法になってきますね。とりあえずこれに関してはテープだけでいけそうですね。じゃあこのマスキング終えたらば、写真取り付けるところの塗装をまとめて、室内側上はまた後で別でやるんで、でこの今マスキングしてる周り、ここは樹脂のカバーなので、ここはまあダークグレーというか若干グレーっぽい黒っていうかね、こことそれからここだね、ここがプラスチックだね。それからここもプラスチック。多分この隙間に見えるとこはボディ色じゃねえや。ここはカバーじゃないよな。でもカバーなのかな。ガソリンタンクはこれは鉄なのでセミグロスブラックでいいと思います。他はまあキットの指定通りやっていきますか。はい、ではですね、シャーシそれからまあ各パーツといってもとりあえず車外の側ですね、シャーシに関連したパーツの塗装を進めていきます。まあ、なので内装関係はまだやらないもう一緒にやっちゃってもいいんですけどね、部品がえらいたくさんになっちゃうんで、サフェサ線でね、塗っていきます。まず写真に関してはこんな感じですね。まあ細切れのテープでマスキングをしていったということですね。で今回黒く塗るパーツが多いんで、ね、でグレーサフを使います。まあ、グレーサフの方が見やすいですからね。まあ、ただサフェーサー塗らなくてもいいかなという気もしますけど、で一部メタルカラーが乗っかるところはそれはまあそれで艶ありの黒とかでねまた塗るんで、まあ今のエンジンなんかそうですよね。そうしっかりとは塗らなくてもいいんじゃないのかな。黒の方が明らかに隠蔽力は高いですから。でまあこんなディスクブレーキなんかは黒サフの方が向いてるとは思いますけど、まあついでなんで。だからホイールに関してはあれです、黒なんで、まあ色がちゃんと塗れてるかどうかの確認のためのグレーだからグレーサフである必要はないと思います。特にねこれはヤスリを当てたようなところもないですから、
サフェーサーじゃなきゃいけないっていうのはないんですけどね。あと、これはリアサスペンションなんですけど、リアサスペンション周りのアーム類全部ですくっつけちゃいました。スタビライザーもつけちゃった。でこれは結構パーティングラインを消してるんで、ヤスリ目がみんなついてるんですよ。で本来これはバラバラで塗った方がいいでしょうってとこなんですけど、まあ実際目に入るのは今見えてる部分だけですから、だからこれでセミグロスブラックまでも持っていって、で、まあヤスリ入れたとこはね、当然一応念のためにそうですね、1000番か1500番ぐらい、1200番ぐらいで一回磨いてやって、でセミグロスブラックを塗ったら、これ仮止めなんでね、仮組なんで全部ばらしちゃって、デフギアのシルバー、それからゴムブーツのところ塗り分ければいいでしょう。こんな組んじゃってからね塗ってるんで、決して塗りやすいわけはないです。塗りにくいですけど、まあ、いろんな方向から、欠点としてはいろんな方向から塗るんでね、サフェーサーが薄いところ、濃いところ、分厚くなっちゃうところ出てくる可能性はあるんですけど、ヤスリを当てたところはちょっと厚めに塗っといた方がいいですね。意識的にパーティングラインがあったところ、まあ、ただこれはディスプレイケースに固定しちゃえば下は見えなくなっちゃうんですけどね。今回ディスプレイケース固定はやめるか。たまに基本的に裏側は見えた方が好きなんですよ。ただ今までほらディスプレイケースやってたのが、僕の場合だいたい1ヶ月ぐらいプラモ手元に置いといて、完成品は手元に置いといて、でまあ見るのが飽きてきたかなーって頃にもヤフオク流しちゃうんで、現実的には作れない人もいるんですよ。コレクターさんですね。僕みたいなこんな大したテクニックもないんですけど、それでもいいっていう方が実際見えますから、まあ、今のスタイルは変えないです。とりあえずこのサフェーサーをやっちゃいますね。でその後どうしようかな、まあとりあえずサフェーサーやっちゃいます。少しだけ追加工作ですね。追加工作、まあいっぱいねケーブルとかパイプがエンジンルームの中にはあるんですけど、その中のちょっと太めなやつを2本だけくっつけます。これは何でしょうね。エアクリーナーからインテークマニホールドの方に行ってる途中になんかあって、そっからどっかに行った1個はねバルクヘッド行ってるんですよ。もう1
個が下の方行ってるんですけど、まあこれにパイプ、真鍮パイプをくっつけて、真鍮パイプ返して、ちょっと太めになっちゃうんですけど、このケーブルをくっつけておきます。それはまあ塗装後です。じゃあ次にですね、セミグロスブラックの指示以外のものを全部ツヤリ黒、グロスブラックで塗っちゃいます。まあグロスブラックってあんまりないんで、シルバーの下地ですね。まあ中にはなんかの蓋じゃないな、なんだっけな、ここはもう真っ黒で、ツヤリの黒で全部というかこのエンジンのパーツだけね。まただからこの部分はマスキングを追加して塗ってやらなきゃいけないところですね。であとはサフェーサーが残っているところがみんなセミグロスブラックです。これはね、本当はメタルなんですけど、メタルカラーですよ。フラット色なんでセミグロスブラックでいいです。下塗りはね。ホイールはもうこれ仕上がりですからね。一応隠れるところも黒くしときましょう。さっきメタル色の下塗りのツヤあり黒と、でこっちは仕上がりでセミグロスブラック。まあそんなに神経質にマスキングとかする必要はないんで、今の段階で多少ここが艶消しになってもいいと思います。墨入れなんですけど、フラットアルミが、ラッカのフラットアルミね、これが意外に色が暗いので、黒じゃないとね厳しいんですけど、パネルラインアクセントカラー黒がないので、ダークグレーしかないので油絵の具使います。そうですね、油絵の具の黒、後ろの方から押さないとね、前の出過ぎた。こんなに使わない。黒と焦げ茶色、バーントアンバー、
真っ黒だとね、色が強すぎて逆にキットの、持つイメージが薄くなっちゃうんで、それからペトロールね、揮発精油、まあエナメルシンナーみたいなものです。だからエナメル塗料でやっちゃってもいいんですけどね、僕は油絵の具が好きなのでこれでやっていきます。ちょっとこんな黒っぽいような茶色っぽいようなちょっと茶色寄りの黒を作ってやって、でまあこれを流し込んでいく。これどっちが上だっけ？上下は特に気にしなくてもいいと思うんですけど、こっちが上なんだ。これ塗ったくってね、ガート塗ったくって乾いたらペトロールしませたキムワイプかなんかでね、これ拭き取っていくだけですね。まあ塗りっぱなしでもいいですけどね、よほど薄くこれ溶いてやって塗りっぱなしでもいいとは思いますけどね。あれですよ、フェザリングマスター、あれが多分この油絵の具に近いんじゃないかなって感じもするんですけど、フェザリングマスターでもいいでしょうね。裏側もちょっとこうしてやるか。裏側ちょっと茶色みを多くしてやるとか、この色の調整ができるんで、こう茶色いとことか黒いとことかね。じゃあ時間的にどうなのかな。ちょっと何日かに分けて、しかも途中でボディのね塗装もやりながらなんで、ちょっと動画の切れ目が分かんないじゃあこのウェザリング、まあこんな感じでね、これなんかがっつりと黒を入れた方がいいですよね。暗いとこなんでまあほとんど立体感のないクーリングファンなんですけど、クーリングファンこんなペッタンペッタンなわけないよね。あとはまあキムワイプとかね、綿棒とか使って乾いたところを軒並み掃除をしてってやると、筆使ってもいいですけど、ちょっと大きめの筆でね、ガーッともう芯なというかペトロールを塗るような感じで、これをもうこうすり落としていくと、ティッシュ使っちゃうとね毛羽がついちゃうのでキムワイプがいいです。そうするとさっきよりもこうメリハリができますね。谷になっているところ、L 字の曲がっているところとか谷になっているところ、くぼんでるところに黒が残りますから、まあ
ネジなんかの付け根の影に見えるということです。じゃあ次回はどこら辺行くのかな。組み立ていきますか。組み立ていくか、あるいは研ぎ出しの方ができるんであれば研ぎ出しをねやっていきたいと思います。それではまた。